一応フルマニュアルで走れるモードというのがある。今ちょっと下げてみますね。4、3、2。さすがに1速は受け付けてくれませんけれども、2速にするとね、やっぱり今5000回転でぐーっと伸びましたね。なんだろう、このターボ車らしくないターボ車ね。やっぱりエンジンがね右側にあったりとか、エンジンマウントのね右側の負担が大きいのか、運転席とリアシートは振動が目立って滑らかさを欠く。その代わり助手席が滑らかだねっていうのはね、どんな車でも感じます。ただね、その差がすごい。ほんとね、助手席滑らかですね、このクロスビーね。もしね、話が合わない時はそんなもんかなとね思ってください。で、乗り心地のねすごくね大きな点で言いますと、スプリングが硬めでショックアブソーバーが柔らかめのセッティングです。いつものスズキの味ですよね。クロスビーの乗り味印象後編です。車はスズキのクロスビーハイブリッド MV2024 年式で価格209万円。こちらではハンドリングとかエンジンの印象をまとめていきます。乗り心地とか静粛性は前半動画にしていますので、この動画の後そちらもご覧いただけましたら嬉しいです。で、そうだ、乗り心地についてもう一つ。この車はフロントのタイヤの空気圧が 2.5 キロになっていて、リアが 2.2 キロという設定なんですね。やっぱりなのでこの辺がサスペンションとかで乗り心地を中心にバランスを取られているのかなっていう気がします。で、リアのタイヤね 2.2 キロにして当たりを柔らかくして、特に低速時とかはねその空気圧よく効いてきますから、確かにねちょっと速度上げてもね跳ねる感じがしないのは、最近出て低めの空気圧設定になっているところはね効いていると思います。でもとにかく座るのとは助手席がいいといった感じでね、奥様と話し合わなかったら運転席と助手席でね相当乗り味が違うというところをね思い出してください。で、あと静粛性はすごくいい。で、ハンドリング、これがね面白いです。ハンドリング、アクセル、ブレーキ含めてかな。洗練はされてないです。で、どっちかっていうとちょっと昔の車のね本当の車らしさっていうのを今でも持ってくれている。むしろそれが強い。で、荒っぽさを感じるぐらいなんですけれども、楽しいってね思っちゃいますね。ライズの時にも自分同じ話をしまして、似ている。でも全然違うんですよ。乗り味は全然違うんですけれども、楽しいと感じられる、このちょっと荒っぽく乗った方が楽しいと感じられるようなね、今もちょっと唐突にギアが落ちてポンと出たりとかありましたし、あとハンドルとかね、もうあまり細かいこと言わずにグイグイ切ってったりするのがもうすごく楽しい。ブレーキもかなり扱いにくいんですけれども、これがね楽しいんですよね。もう逆に細かいこと気にしなくてよくなっています。で、こうした楽しさがね、どういうところかっていうと、昔の車らしさって言ったのはね、まず電子制御デバイスによるこのステアリングのね運転支援の介入がねすごく少ないです。 ACC でセンター保持機能を使っても効いてるかどうか分かんないぐらいでね、そんな感じなんでね、それが邪魔をしてこないっていうのと、あとねステアリングインフォメーションね、ステアリングインフォメーション、車がどっちに来たがってるとか、路面の様子でハンドルのね反力が変わったりとか、そこがねすごく分かりやすい。全体的にはね中心に戻る力が強くて中心も固められています。小さい車をなるべくびっちりねまっすぐ走らせようと思わせるような作りなんですけれども、アクセルの踏み方でね戻ろうとする力が強くなったり弱くなったりっていうのがねもう明確に感じられて、これが面白いですね。アクセル踏めば中心に戻ろうとする力がクッと入ってくるし、逆に抜くとね内側に入ろうとする力が強まったりとかいうのがね、それがすごい感じられて、もうほんと楽しい。それを使って丁寧に走ってもいいですし、ちょっと回しますね。それを使って丁寧に走ってもいいですし、逆にねそれを楽しみながらもうぐわっとそれに逆らっちゃうぞって言ってねハンドル回すのも楽しい。これどうなんでしょう。実際ねハンドルの打角とか切るスピードからの
キビキビ感、その細かい操作に受け付けてくれるとか、素早くね向きを変え始めようとしてくれるとか、そういうね応答性とかね、そういった部分に関してはあんまり高くないっていうか、むしろ最近だと低いって言った方がいいのかな。フロントの剛性感とかステアリングラック周りの剛性とかね、そういうところで言ったら低いです。でもね、逆にというのかな、ちょっとね、古い車っぽい楽しさもある。でそれ知ってる人とか、むしろ知らなくてもね、これから乗ってたらこの楽しさをね、味わっていく。で車楽しいって思うようになるって、こういう車じゃないかなっていうのがね、もう本当に思う。すごく思う。であとね、ライズほどではないんですけれども、前の見切りもいい方なので、しかももう絶対的に短いですからね、前がね。狭いところとか駐車場が狭いところも気にせず行けちゃう。もうすごいいいですよね。移動が楽しくて、どこ行こうとかね、駐車場狭いから嫌だとかなくてお出かけできたらめちゃくちゃ楽しいですもんね。ごめんなさい、ガタンって乗っちゃった。でブレーキか、ブレーキがね、これまた荒っぽい。これをね言葉にしますと、まずね、フロントが柔らかくて、ショックアブソーバーは特に柔らかくてね、ふわふわすごく動くというのはね、先ほどお伝えさせていただきました。でブレーキがねそれにプラスしてストロークがねまず長いんですね。ペダルのストロークが長い。で奥の方で急に聞き出すところがあって、すごいね狭いところでコントロールしなきゃいけない。こんなにストロークがあって、そのうちこの中間ぐらいのところでクッとねコントロールしなきゃいけない唐突なところがあったりなんかして、なのでねこれが操作難しいですね。その滑らかにフロントをピッチングさせようとした時ですけれども、そう考えるとね、例えば踏んでいく時に大きく踏まなきゃいけなくて奥でキックで、抜く時にちょっと抜くのが難しくてね、抜きすぎちゃってもう一回踏むとか、もしくは抜くのが弱すぎて減速しすぎちゃうとかで、交差点でもコーナーでもいいけど速度合わせるのとかもね、厳密にそう自分の頭の中にイメージがあって、それ通りにこう減速して入りたいなんて考えた時にちょっと難しいかなと。でもなのでね、自分はねもうぴょこぴょこ言うのとか気にせず、もう荒っぽさをね楽しむように乗っていたらすごい楽しかったと。本当いつもね中途半端な上質さよりだったらね逆に荒っぽい方がいいなんて口にしてますけれども、そんな感じですね。結局ね車って理屈じゃないっていうのを改めて思います。いいとか洗練されてるっていうのもねありですし、逆にねその荒っぽさを楽しいったって、もう楽しみの方向違うだけで楽しいのは一緒で、満足感もきっといいということでね。であと残ってるのが、エンジンとトランスミッション。エンジンはね3気筒のターボで、これがターボ車らしくないターボなんですね。自分はそう思う。多少ラグっぽいところがあって、それも感じますから、そこからいきましょうか。まずねアクセルをちょっと踏んだ時にはね、どちらかというとやっぱりクッと出る感じ。これはね多くの車でそうなので、そんな特別なことはないですね。もうちょっとそーっと踏みたいのよって時にも、シフトダウンされてふわーっと回転数上げて、それがちょっと飛び出し感、空想感みたいな飛び出し感っていうのかな。でそこがクッと出るので、大きく踏んで全開踏む時にちょっとラグっぽさを感じるのにつながるんでしょうかね。アクセル回で低いところでスロットルがいっぱい開いちゃうと、逆に踏んだ時にね、そのターボの効く回転数の関係とかもあるのかな。一応ね最大トルクは1600回転から4000回転で発揮して、15キロちょっと、つまり純ガソリン車で言ったらっていうか NA の車で言ったら、1500cc 相当ってことになりますかね。でこの辺の加速感はね、自分は 1300cc ぐらいのイメージです。ただね高回転で伸びる時があるんですよね。これがねいつもじゃないから難しい。そう5000回転ぐらいでねぐーっと伸びることが何回かありまして、乗っていてね、ですごいねと思ったら、普通にふーっとねターボ車らしく上が回っていくだけの時があったりなんかして、どうなんだろう、ブーストのかかり方が毎回変わるような電子制御なのかな。温度とかにもよりますけれどもね。
まあとにかくね、なんかそのね5000回転ぐらいでぐっとねパワフルに感じられる時があって、一応ね最高出力自体は100馬力なのでそんなにないんですけれども、おっとこれ100馬力以上あるんじゃないのぐらいのね上で伸びる時があったりなんかして、まあなので、下でねワンテンポいって2000回転ぐらいでぐっとパワーが盛り上がるようなターボっていうわけではない、まあ、NA 車っぽい感じで、でもなんか上で盛り上がる時もあるといったね感じですね。なのでね、ここに関してはそんなに荒っぽいという感じはしないかな。むしろ洗練されて最近のターボエンジンといった感じで。で、6AT。6AT がね、悩みます。悩むというのが、自分ちょっと欲しかったりもするんですけれども、6AT がね、ちょっと期待を悪い方向に裏切ってくれた。乗り心地とかハンドリングはいい方向に裏切ってくれて、この 6AT だけね、よろしくないように裏切ってくれたって言葉になっちゃうかな。まあ国産車ですと、まあ、普及価格帯だとマツダかねスズキということになってきまして、今 6AT ステップ式の 6AT なんですね。まあ、CVT じゃないです。でこれ選ぶとしたら普及価格帯だとマツダかスズキかになってくるわけで、でもねマツダの 6AT ほど洗練されてないっていうのかな。これもちょっと前の世代の 6AT みたいな感じでね、ふわんふわんと変速していく感じと、あとやっぱりフロントが柔らかいのでちょっとピッチングが出るかなとか、そのフロントがコクッというような感じがねたまに出る。まあそれ D で走ってもそうなんですけれども、この辺がねちょっと、ね、自分の期待とは異なった。でも機能的には優れてまして、今ね D モードなんですね。ドライブシフトセレクターが D なんですね。でこの下に M というのがあります。で M にすると一応フルマニュアルで走れるモードというのがある。今ちょっと下げてみますね。4、3、2。さすがに1速は受け付けてくれませんけれども、2速にするとね、やっぱり今5000回転でぐーっと伸びましたね。なんだろうこのターボ車らしくないターボ車ね。で最大出力すごいけど馬力は100馬力しかないんだけれども、ぐーっとね高回転伸びる。まあいいか、ちょっと話飛んじゃいましたね。でそうずっとホールドモードで走れるマニュアルモードというのがあります。でパドルシストも全グレードで標準装備、すごいですよね。パドルの操作感とかはね、まあちょっとしょうがないかなぐらいの感じなんですけれども、一速は受け付けてくれない。であとね、そうまあこれに関して言うともう一つ、フル固定のマニュアルで操作できる 6AT なんですけれども、 MT モードもね6000回転弱で自動でシフトアップしちゃうんですね。5000回転伸びたーっときたら6000回転より手前でシフトアップしちゃう。レッドゾーンは6300回転ぐらいになってますから、もうちょっと使えたらいいですけれども、まあこの辺 AT 車って昔からそうでしたっけ。みんなそうなのかな。まあこれがちょっと惜しいところですかね。とりあえずいいのは D と M があって、 M にすると常時マニュアルモードでホールドできる。 D の時にパドルシフトを操作しますと、噛んじゃった。操作しますと、それはねある一定時間が過ぎると戻れるんですね。 M にしとくと、まあ、ずっとマニュアルで走れる。ただ AT のフィールとちょっと前の動きやすさがね、ほわーんとゆっくりこうトルクオンがスリップして、ロックアップ率が低いような感じで制御されてるのかな、その辺が。でもうぴょこんとした感じが出るとかね、飛び出し感があるとか、まあそこまで気持ちがいいものではないかなと。まあこれねほんとね、あんまり期待しすぎて試乗してみてショックを受けるよりはまあほどほどかなと。でもやっぱり俺 CVT 好きじゃないからこれがいいんだよぐらいにね思えた方が結局最後ね笑顔だと思いますので、本当にね思った感じで伝えさせていただきました。最後一瞬でまとめていきます。妹的なハスラーよりお姉ちゃんっぽく上品な部分があれば、おてんばなお姉ちゃんっぽく車好きを飽きさせない、そんな特徴も感じます。まあこれね、女好きって置き換えないでくださいね。同じような意味で使われることもありますけれども、言いたいのは車好きを飽きさせない、そんな特徴。で、特別車好きでない方でしたら、クロスビーの見た目や内装の使い勝手で選ばれるでしょうし、クロスビーね、すごく可愛くて個性的なボディデザインと、あとね、優れた内装の使い勝手。サイズもね、適度。
で、逆に車好きの方でしたら、強い車らしさ、運転している感覚の強さ、そして少し前の世代の車が持つ走行フィール、こうしたね、運転している感覚の強さといったところで、クロスビー選択のポイントになるかと思います。楽しいって何よみたいなね、楽しいって意味がわかんないって方にもね、ちょっと乗ってみていただきたいようなね、車だと思います。で、それがどんな感じかというのは別の動画でまとめています。自分は楽しいと感じたので、楽しいと感じる理由、そんなテーマの動画です。これを良いと悪いか、悪いと思うか、相当極端だと思うので、できましたらそちらもご覧いただけましたら嬉しいです。ということでね、この動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。あと、チャンネル登録といいねボタンで応援していただけましたら嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。